朗読庭、芥川龍之介作。上、昔はこの宿の本陣だった中村という旧家の庭である。庭は後維新後10年ばかりの間はどうにか球体を保っていた。ひょうたんなりの池も澄んでいれば月山の松の枝もしだれていた。正確軒、先進亭、そういう東屋も残っていた。池の極まる裏山の崖には白々と滝も落ち続けていた。和宮様ご下校の時、名を賜ったという石灯籠も、やはり年々に広がりがちな山吹の中に立っていた。しかしそのどこかにある荒廃の感じは隠せなかった。ことに春先、庭の内外の木々の梢に一度に若芽の燃え立つ頃には、この明媚な人工の景色の背後に何か人間を不安にする野蛮な力の迫ってきたことが一層露骨に感じられるのであった。中村家の隠居、天保肌の老人は、その庭に面した母屋のこたつに、頭相を病んだ老妻と碁を打ったり、花合わせをしたり、屈託のない日を暮らしていた。それでも時々は立て続けに5、6番老妻に勝ち越されると、むきになって怒り出すこともあった。家督を継いだ長男は、いとこ同士の新妻と廊下続きになっている手狭い離れに住んでいた。長男は氷徳を分出という完璧の強い男だった。病身な妻や弟たちはもちろん、隠居さえ彼にははばかっていた。ただその頃、この宿にいた小敷僧侶の清月ばかりは、たびたび彼のところへ遊びに来た。長男も不思議に、清月にだけは酒を飲ませたり、字を書かせたり、機嫌の良い顔を見せていた。山はまだ花の花もありホトトギス、清月、ところどころに滝のほのめく分室。そんな付け合いも残っている。その他にまだ弟が2人。次男は演歌の国屋へ養子に行き、三男は5、6里離れた町の大きい造り酒屋に勤めていた。彼らは2人とも言い合わせたように、めったに本家には近づかなかった。三男は居所が遠い上に、もともと当主とは気が合わなかったから、次男は放蕩に身を持ち崩した結果、8日にもほとんど帰らなかったから。庭は2年3年とだんだん荒廃を加えていった。池には南京藻が浮かび始め、植え込みには枯れ木が混じるようになった。そのうちに隠居の老人は、春日照りの激しい夏、脳一血のために頓死した。頓死する4、5日前、彼が焼酎を飲んでいると、池の向こうにある先進亭へ白い装束をした公家が一人何度も出たり入ったりしていた。少なくとも彼には昼日中そんな幻が見えたのだった。翌年は次男が春の末に8日の金をさらったなり、祝福と一緒に駆け落ちをした。そのまた秋には長男の妻が月足らずの男の子を産み落とした。長男は父の死んだ後、母と母屋に住まっていた。その後の離れを借りたのは土地の小学校の校長だった。校長は福沢諭吉王の実利の説を報じていたから、庭にも果樹を植えるように、いつか長男を説き伏せていた。地雷庭は春になると見慣れた松や柳の間に桃だの杏子だのすももだの雑食の花を盛るようになった。校長は時々長男と新しい果樹園を歩きながら、この通り立派に花見もできる。一挙両得ですね。と批評したりした。しかし月山や池や東屋は
それだけにまた以前よりも一層影が薄れ出した。いわば自然の荒廃の他に人工の荒廃も加わったのだった。その秋はまた裏の山に近年にない山火事があった。それ以来池に落ちていた滝はばったり水が絶えてしまった。と思うと雪の降る頃から今度は当主が患い出した。医者の見立てでは昔の老症、今の肺病とかいうことだった。彼は寝たり起きたりしながらだんだん勘ばかり高ぶらせていった。現に翌年の正月には年始に来た三男と激論の末、手あぶりを投げつけたことさえあった。三男はその時帰った義理、兄の死に目にも会わずにしまった。当主はそれから1年余りのうち、よとぎの妻に守られながら、蚊帳の中に息を引き取った。カエルが鳴いているな。先月はどうしら。これが最後の言葉だったが、もう先月はとうの昔、この辺の風景にも飽きたのか、さっぱり小じきにも来なくなっていた。三男は当主の一周忌を済ますと、主人の末娘と結婚した。そうして離れを借りていた小学校長の転任を幸い、新妻とそこへ移ってきた。離れには黒塗りのタンスが来たり、紅白の綿が飾られたりした。しかし母屋では、その間に当主の妻が患い出した。病名は夫と同じだった。父に別れた一粒種の子供、伝一も母が血を吐いてからは、毎晩祖母と寝かされていた。祖母は床へ入る前に必ず頭に手ぬぐいをかぶった。それでも頭相の周期を頼りに夜更けにはネズミが近寄ってきた。もちろん手ぬぐいを忘れでもすればネズミに頭を噛まれることもあった。同じ年の暮れに当主の妻は油火の消えるように死んでいった。そのまた延べ送りの翌日には筑山の陰の正確圏が大雪のために潰されてしまった。もう一度春が巡ってきたとき、庭はただ濁った池のほとりに先進邸の茅屋根を残した雑木原の木の芽に変わったのである。中、ある雪曇りの日の暮れ方、駆け落ちをしてから10年目に次男は父の家へ帰ってきた。父の家といってもそれは事実上三男の家と同様だった。三男は格別嫌な顔もせず、しかしまた格別喜びもせず、いわば何事もなかったように道楽者の兄を迎え入れた。次来、次男は母屋の仏間に悪質のある体を横たえたなり、じっとこたつを守っていた。仏間には大きい仏壇に父や兄の位牌が並んでいた。彼はその位牌の見えないように仏壇の障子を閉め切っておいた。まして母や弟夫婦とは三度の食事を共にするほかはほとんど顔も合わせなかった。ただ、みなしごの伝一だけは時々彼の居間へ遊びに行った。彼は伝一の上石板へ山や船を描いてやった。向島花盛りお茶屋の姉さんちょいとおいで。どうかするとそんな昔の歌がおぼつかない筆跡を見せることもあった。そのうちにまた春になった。庭には追い伸びた草木の中に乏しい桃や杏が花咲き、どんより水光をさせた池にも先進亭の影が映り出した。しかし次男は相変わらずたった一人仏間に閉じこもった義理、昼でも大抵はうとうととしていた。するとある日彼の耳にはかすかな三味線の音が伝わってきた。と同時に歌の声も途切れ途切れに聞こえ始めた。
この度、諏訪の戦いに松本身内の義家様を筒固めにおわします。次男は横になったまま心持ち首をもたげてみた。と、歌も三味線も茶の間にいる母に違いなかった。その日のいでたち華やかに、勇み進みし働きは、あっぱれ勇士と見えにける。母は孫にでも聞かせているのか、大津への替え歌を歌い続けた。しかし、それは、天保肌の隠居がどこかの花魁に習ったという2、30年以前の流行り歌だった。敵の大玉身に受けて、ぜひもなや、惜しき命を豊橋に、草場の露と消えぬとも、松瀬松代名は残る。次男は武将髭の伸びた顔に、いつか妙な目を光らせていた。それから2、3日経った後、三男は吹きの多い畜産の陰に土を掘っている兄を発見した。次男は息を切らせながら不自由そうに桑を振るっていた。その姿はどこか滑稽な中に真剣な意気組みもあるものだった。兄様、何をしているだ。三男は巻きタバコをくわえたなり、後ろから兄へ声をかけた。俺か。次男は眩しそうに弟を見上げた。固形、今千下を作らと思う。千下を作って何するだ。庭を元のようにしっと思うだ。三男はニヤニヤ笑ったぎり、なんともその先は尋ねなかった。次男は毎日、桑を持っては熱心に千下を作り続けた。が、病に弱った彼には、それだけでも容易な仕事ではなかった。彼は第一に疲れやすかった。その上、慣れない仕事だけに、豆をこしらえたり、生詰を剥いだり、何かと不自由も起こりがちだった。彼は時々、桑を捨てると死んだようにそこへ横になった。彼の周りにはいつになっても庭を込めたかげろうの中に花や若葉が煙っていた。しかし静かな何分かの後、彼はまたよろよろと立ち上がると執拗に桑を使い出すのだった。しかし庭は幾日経ってもはかばかしい変化を示さなかった。池には相変わらず草が茂り、植え込みにも雑木が枝を張っていた。ことに果樹の花の散ったの後は前よりも荒れたかと思うくらいだった。のみならず一家の老若も次男の仕事には同情がなかった。山木に富んだ三男は米相場や蚕に没頭していた。三男の妻は次男の病に女らしい嫌悪を感じていた。母は彼の体のために土いじりの過ぎるのを恐れていた。次男はそれでも強情に人間と自然とへ背を向けながら少しずつ庭を作り変えていった。そのうちにある雨上がりの朝、彼は庭へ出かけてみると、吹きの垂れかかった千下の縁に石を並べている蓮一を見つけた。おじさん。蓮一は嬉しそうに彼を見上げた。俺にも今日から手伝わせておくりゃ。手伝ってくりゃ。次男もこの時は久しぶりに晴れ晴れした微笑を浮かべていた。それ以来蓮一は外へも出ずにせっせとおじの手伝いをしだした。次男はまた老いを慰めるために木陰に息を入れる時には海とか東京とか鉄道とか蓮一の知らない話をして聞かせた。蓮一は青梅をかじりながら
まるで催眠術にでもかかったように、じっとその話に聞き入っていた。その年の梅雨は空梅雨だった。彼ら、年取った俳人と同地とは、激しい日光や臭い切れにもめげず、池を掘ったり木を切ったり、だんだん仕事を広げていった。が、外界の障害にはどうにかこうにか打ち勝っていっても、内面の障害だけは仕方がなかった。次男はほとんど幻のように昔の庭を見ることができた。しかし、庭木の配りとか、あるいは道の付け方とか、細かい部分の記憶になると、はっきりしたことはわからなかった。彼は時々仕事の最中、突然桑を杖にしたまま、ぼんやりあたりを見回すことがあった。何しただい？蓮一は必ずおじの顔へ不安らしい目つきを上げるのだった。ここはもっとどうなっていつらなあ。汗になったおじはうろうろしながら、いつもまた独り言しか言わなかった。この楓はここに中つらと思うがなあ。蓮一はただ泥まみれの手にありでも殺すよりほかなかった。内面の障害はそればかりではなかった。次第に夏も深まってくると次男は絶え間ない過労のためか頭もいつか混乱してきた。一度掘った池をうずめたり、松を抜いた後へ松を植えたり、そういうこともたびたびあった。ことに蓮一を怒らせたのは池の杭を作るために水際の柳を切ったことだった。この柳はこの間植えたばっかだに。蓮一はおじをにらみつけた。そうだったかな。俺にはなんだかわからなくなってしまった。おじは憂鬱な目をしながら日盛りの池を見つめていた。それでも秋が来た時には草や木の群がった中からおぼろげに庭も浮き上がってきた。もちろん昔に比べれば正確圏も見えなかったし、滝の水も落ちてはいなかった。いや、名高い庭師の作った優美な昔の趣はほとんどどこにも見えなかった。しかし庭はそこにあった。池はもう一度澄んだ水に丸い月山を映していた。松ももう一度先進亭の前に悠々と枝を差し伸べていた。が、庭ができると同時に次男は床につきっきりになった。熱も毎日下がらなければ体の節々も痛むのだった。あんまり無理ばっか知るせいじゃ。枕元に座った母は何度も同じ愚痴を繰り返した。しかし次男は幸福だった。庭にはもちろん何箇所でも直したいところが残っていた。が、それは仕方がなかった。とにかく骨を折った甲斐だけはある。そこに彼は満足していた。10年の苦労は諦めを教え、諦めは彼を救ったのだった。その秋の末、次男は誰も気づかないうちに、いつか息を引き取っていた。それを見つけたのは蓮一だった。彼は大声を上げながら、縁続きの離れへ走っていった。一家はすぐに死人の周りへ驚いた顔を集めていた。見ましょう。兄様は笑っているようだに。三男は母を振り返った。おや、今日は仏様の障子が開いている。三男の妻は死人を見ずに大きい仏壇を気にしていた。次男の延べ送りを済ませた後、蓮一は一人先進亭に座っていることが多くなった。いつも途方に暮れたように晩秋の水や木を見ながら。で、昔はこの宿の本陣だった中村という旧家の庭がある。それが急に復した後、まだ10年と経たないうちに
今度は家ぐるみ破壊された。破壊された後には停車場が立ち、停車場の前には小料理屋ができた。中村の本家はもうその頃誰も残っていなかった。母はもちろん遠の昔、ない人の数に入っていた。三男も事業に失敗した挙句、大阪へ行ったとかいうことだった。記者は毎日停車場へ来ては、また停車場を去っていった。停車場には若い駅長が一人、大きい机に向かっていた。彼は簡単な事務の合間に、青い山々を眺め合ったり、土地物の駅員と話したりした。しかしその話の中にも、中村家の噂は上らなかった。いわんや彼らのいるところに築山や、東屋のあったことは誰一人考えもしないのだった。が、その間に蓮一は東京赤坂のある洋画研究所に油絵の画家に向かっていた。天層の光、油絵の具の匂い、桃割れに言ったモデルの娘。研究所の空気は故郷の家庭と何の連絡もないものだった。しかし、ブラシを動かしていると、時々彼の心に浮かぶ寂しい老人の顔があった。その顔はまた微笑しながら、普段の制作に疲れた彼へ、きっとこう声をかけるのだった。お前はまだ子供の時に俺の仕事を手伝ってくれた。今度は俺に手伝わせてくれ。蓮一は今でも貧しい中に毎日油絵を描き続けている。三男の噂は誰も聞かない。